Hello, hello, hello 皆さん、こんにちは。Tinker's Channel へようこそ。Welcome back to my channel. Welcome to my channel. ということで、本日も Tinker's Channel 始めていきたいと思います。本日、2023年12月15日となっております。私、耳鳴りのですね、予知を特訓してまして、自分の個人的な趣味として。で、耳鳴りがね、結構するので、なんでするんだろうというふうに思っていて、それで記録をつけて、毎日過ごしてるんですけれども、波がありまして、すごい、2日に1回ぐらいするとき、1日に2回ぐらいするときとか、一瞬だけこうピッてこう耳鳴りが鳴るときとか、いろんな種類があったりとか、いろんな頻度で耳鳴りが起きたりしてるんですけれども、それをね、私カレンダーにこう入れて記録しているんですね。で、なんか今年の1月ぐらいからやってるんですけれども、ちょっと辿って見ていくと、なんかトルコ地震とかモロッコのこととかリビアのこととか、ちょっとねこう重なってくる部分がありまして、もしかしてこれなんかの音というか周波数というか、そういう何かを聞いてるというか感じてるというか、そういうのがね、動物的な感といいますか、動物もやっぱりね、何か災害が起きる時とか地震とか噴火とか、そういう何かこう変化がある時というのは、人間よりも早くこう気づいて逃げたりするじゃないですか。例えば、ね、ドブネズミがすごい大群でこう逃げてたりとか、あとは魚とかがね座礁してしまったりとか、そういうのがあったりするじゃないですか。それも本来でしたら人間にもついてるんじゃないかなっていうふうに、私は個人的に可能性をこう探っておりまして、で実際に耳鳴りとか頭痛とか体調の変化で予知ができるっていう人もいたりするじゃないですか。でそれが本当だかどうかっていうのはわからないです。で的中率とか言って、的中率が良いものから的中率があんまり良くないものまであるじゃないですか。それが私にとってちょっとね、自分で試してみたいなということで、せっかくね耳鳴りという現象が起きているのでやってます。でちなみに耳鳴りが何かの勉強何か、病気の前触れなんじゃないかとか、そういうことも心配されるかもしれないんですけども、今のところ至って健康です。耳鳴りしている時点でちょっとなんか健康疑わしいんじゃないの、本当に健康なのっていうふうに思っちゃうかもしれないですけども、体調は自分はそんなにね悪くないですし、強いて言うんだったらたまにねシェディングっていうのがあったりとかするぐらいなので、で大丈夫そうです。はい。個人的にやってることなので、たまにツイッターに、ね、もしものことがあるので、備えあれば憂いなしじゃないですか。で、備えたいなっていう方は、それをインスピレーションにしていただいて、いつもよりも警戒していただくっていうのもいいですし、ただ、怖がらせるためにやってるわけではないので、そこだけね、私、皆さんに、恐怖を与えるためにやってるわけではなくて、そういうね、人間に備わった感覚っていうのがあるんじゃないかっていうことで、自分でやってることなので、気にしないでください。はい、でたまにねフォロワー数を集めるためにやってるなんかじゃないのみたいな思われるかもしれないですけども、それはあんまり気にしてないです、私的には。はい、ということで、今回はですね過去の予言になるんですけれども、2023年9月21日に配信されたサイキック預言者ジョセフ・ティテルさんの予言のまとめをさせていただきたく思います。でこちらに関しては、この日の予言というのは3編に分けてブログではすでに公開しております。でブログの方が詳しく書いておりますので、ブログ読みたいよという方は本動画の概要欄から thinkerschannel.com のこの回の、ブログ3編掲載されておりますので、そちらから見てみてください。はい、ということで、ちょっとねじゃんじゃん言っていきたいと思います。で、番組始めていく前に Thinkers Channel の番組の趣旨のご説明だけさせていただきたく思います。Thinkers Channel の番組の趣旨についてご説明させていただきます。Thinkers Channel では皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査を個々でしていただいたり、考えていただくきっかけになればと思っております。ですので Thinkers Channel ではこれが正しいんだよというように皆さんに答えというのを提示しているわけではございません。答えは提供しておりませんので、何事もご自身で疑っていただき、いい意味で疑っていただき、情報精査をご自身でしていただく、自分なりに考えて答えというのを模索していただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスというものこそ、自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと私は信じております。皆さんの考え、直感というのは宝物だというふうに思っております。
自分の直感を磨いてお互いに成長していけたらいいなということで始めた番組になっておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。それでは本編に入っていきたいと思います。今回の動画のご紹介なんですけども、2023年9月21日にジョセフ・ティテルさんがご自身の動画サイト YouTube とかランブルとかそういったサイトで公表された回のまとめになります。彼の、英語タイトルを日本語に私が訳して言うと、出来事をサイキック予言、大きな出来事、メキシコの宇宙人、ラハイナの小さな子供たち、移民、フィーマーキャンプという動画をご紹介させていただきたく思います。ただもう起こってしまったイベントであまり関係ないなっていうものは省いて言っていくので、もし知りたいっていう場合はブログの方に言ってみてください。そうしましたら最初の、2023年9月21日最初のトピックだったんですけども、ジョセフさんはその当時こういうふうにおっしゃっておりました。想像を絶することがもうすぐ起きて、みんなが待ち構えていたような美しい盛大な花火がフィナーレのように打ち上がるというふうに、この意味なんですけども、真実が花火のように打ち上がって暴露されていきますけれども、それが激しく花火大会のフィナーレのように美しくもう盛大に真実という名の花火が打ち上がるよというようなことを伝えたいんですよということをジョセフさんおっしゃっておりました。で、ジョセフさんがその気にかけていた、これは9月21日の配信なので2ヶ月以上3ヶ月ぐらい前の話なんですけれども、この当時まだ起こっていない中の東の戦について予言をすでにしていらっしゃいました。というのも、お米の国の誤った選択というのが、ありまして、ジョセフさんがおっしゃるには、歴史を見てみるとお米の国というのはアメリカのことですね。お米の国はイ丸ん、丸の中にはラに関していつもイ丸んにとって都合の良い交渉をアメリカお米の国はしております。なので私は、この間の2023年9月18日に報道されたお米の国の国籍の5人の囚人とイ・マルンの囚人5人を交換して本国へ帰還させるという取引が行われたというニュースがありましたけれども、これによってお米の国はイ・マルンの資産約60億ドルの凍結を解除したというふうに報じられました。これって日本円に直すと9000億円とかそんぐらいになると思うんですけれども、大体なんですけどね、ざっくり、それぐらいの資金を止めていたんですけども解除した、凍結を解除したのでそのイ・マルにこのお金が渡ったよという報道がありました。でそこでジョセフさんのスピリットがこのようにおっしゃっていたそうです。この取引はすぐにお米の国の資産と国にしっぺ返しが来るでしょう。そもそもこの取引は元から60億ドルという資産をイ・マルに渡す目的で行われたのでしょう。そしてその資金は直ちに悪者の手に渡るでしょう。その悪者とはかつてから計画された目的を果たすための資金です。それを使う者たちですということを言っておりまして、暗30にされた、これは隠語になります。暗そして数字の32、暗い30にされた全リーダーの時から計画されたことであり、彼らはお米の国に過去に56された、これ数字で56された、リーダーや罪なき市民のため、その罪を償わせたいのですというふうにおっしゃってました。つまりはこの、悪者たちはこのお金を使って何かの目的を果たす、それは復讐のためだというふうなことをジョセフさんのスピリットはジョセフさんに伝えてきていたらしいです。でそこで、ジョセフさんのスピリットが言っていたことがあります。イ・マルマルエルとの戦い、〇〇の中にはスラになります。今起こっている戦いですよね。なぜ今のタイミングで囚人の交換が行われたのかは確かにちょっと考えものでした、その当時から。そして政治目的のために政治的目的のためにネゴシエーションのために取引されたということを私もちょっと感じているんです。感じているんです。今でもまだこのお金がどう使われているのかわからないので。でスピリットがこのようにおっしゃっていたそうです。将来的に起こるイ・マルマルエルとのバトルに当てられる資金でしょうというふうに言ってたんですよね。ってことは憶測ですけれども、事実はわからないですけれども、スピリチュアル的にもしこれが本当だとしたらというか、本当だとしたらなんですけれども、確実にイ・マルンは絡んでますよね。これはスピリチュアル的に言わなくても専門家の方には、そういうふうな読みをしている方、そういうふうに
関係しているだろうっていうふうに読んでいる方が大勢いらっしゃいます。そういう、流れ、何かしらの、資金の流れがあって、謎にお米の国はイマルにそのお金を渡して、謎にイマルンがこのお金をイマルマルエルの今の戦い戦に当ててると。これはどういうことなのかっていうのを皆さん考えた方がいいんじゃないかなっていう感じの話題の予言でした。この戦が起こったっていうことは当たりましたよね。実際そうなっちゃいました。で、予言じゃなくても、なるなっていうふうに言ってたものなので、微妙ですけれども、なりました。で、そしてジョセフさんが昔からっていうか以前から言っている2年前くらいから秘密の軍隊が組織されるという予言をしていたのを覚えていますでしょうか。いくつかの国が混じっています。と、丸子、丸の中にはル、い、丸ん、丸の中にはラ、い、丸く、丸の中にはラ、あ、丸々にスタン、丸の中にはフがですね。で、もう一カ国あったんですけども、ちょっと思い出せないですっていうふうにその当時の配信ではおっしゃっておりまして、もしかしたらサウジだったかなというふうにおっしゃってるんですけれども、スピリットが言うにはこの4カ国は少なくとも60億ドルのその資金を使う一部だというふうにそのスピリットが言っていたそうです。これは何て言うんですかね、予言じゃなくても読める感じですよね。普通にこういったニュースとかそういうのにこう目を向けていて、ちょっといろいろ考えてみるとそうなんじゃないかなっていうことはちょっとね感じられるんじゃないかなって思います。ちなみにこの秘密の軍隊の予言っていうのが過去に言われていた予言になっております。これがまとめてこちらの回で、今画面に載っているこちらの回でご紹介しておりますので、ぜひとも動画と、ブログで出ますので見てみてください。で、IS 〇〇のような組織、この〇〇の中には IS ですね。で、この闇の軍隊ですけれども IS 〇〇のような過激的な組織だというふうにジョセフさんは予言をしています。つまりは手のロですよね。ジョセフさんがおっしゃるには中の東に関してこのような予言があり、なおかつこのニュースが出てくるというのは近い将来に何か大きなことが起こるのかもしれません。これに関しては2024年から2025年になるかもしれませんというふうにこの当時はそういうふうに言ってたんですけれども、実際は今年の10月7日に起きてしまったんですよね。だからちょっとジョセフさんというのは予言というのがどこにいつ勃発するかっていうのははっきりはわからないみたいなんですけども、占星術とか数比学とかそういうので目処をつけて、この辺に起こるんじゃないかなっていうふうにいつもみんなにこうシェアしているんですけれども、実際その感じていたスピリチュアルな予言っていうのは10月7日に起こってしまった。もしくはもっと大きなことが2024年から25年の間に起こるかもしれないっていうことがちょっと私たちのね感じるところじゃないのかなっていうのは私は少なくとも個人的に感じるんですけれども、はい。世界中で活発に議論されている移民問題。この移民問題結構話題といいますか問題になってますよね。で、お米の国の国境ですけれども大勢の移民が入ってきているそうです。確かにね、あの壁をストップさせてしまったらわーわーこう入ってくる報道っていうのは私もね頻繁に見るので、結構散々な状態になっているみたいなんですけれども、その中にはマイナスのアジェンダを持った悪者が混じってます。つまりは手のロの、今話していたその人たちに関係しているかもしれない人も入ってきてしまっているよっていう警告をジョセフさんはしていらっしゃいました。そして引き続きお米の国が分裂していくというふうにおっしゃってまして、お米の国がいくつかの連合体に分かれていく。今州でお米の国は分かれてますけれども、連合体という形になってこう分かれていくんじゃないかというふうにジョゼフさんは予言をしていらっしゃいます。カナダやメキシコもこの連合体に参加すると思われます。あるお米の国、カナダやメキシコのエリアが一緒になる可能性も、そういった場合もありそう。最終的には世界政府的な展開につなげていきたいのでしょうというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。で、過去にお米の国が分断する予言をしておりました。今画面に出ているこの回でお話ししておりましたので、興味がある方は概要欄からチェックしてみてください。
そして社会は階級分けになっていくよっていうふうにおっしゃってました。さっきの連合体に分かれていくというその現象が、取締り組織ができてきて、でレベル分けがされる、信用スコアみたいなものももしかしたら搭載っていうか導入されて、そういう社会的な階級分けっていうのがされるようになるんじゃないかというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。そしてエリート層といいますか、闇の支配者、権限を持った方たち、ごく少数のピラミッドの頂上の方たち、頂上は私たちは多分見えてない人たちだと思うので、頂上のよりも下の人たちだと思うんですけども、今この見えている世界を、見えている人たちで支配している、その見えている部分の人たちは、確保しておきたい場所があるそうで、例えばそういった場所にスマートシティを建てたりとか、ハワイ、ニュージーランド、カリフォルニアの北部とか、そういったところは、お金持ちたち、権限を持っている人たちが、悠々自適な暮らしをできるように、健康的な素晴らしい暮らしができるように確保しておきたいところなので、もしかしたら一掃される可能性があるかもしれないということをジョセフさんはおっしゃっておりました。ちなみにジョセフさんのスピリットは、ホームレスは2025年までに増え続けますというふうにおっしゃっておりました。悲しいですよね。いつになったら世の中良くなるんだろうって思うんですけれども、気を、落とさずに、素晴らしい未来が来るのを願ってですね、毎日過ごしていただきたいんです。天変地異で起こされる人の移動、移民問題というのは自国の紛争ですとか生活水準の低さが理由だったりとかして、生活環境の問題などさまざまな理由で人が国際的に移動するというのが、主な言われている理由だと思うんですけども、しかしながらもう一つ大きな理由があるというふうにジョセフさんはおっしゃっております。それが気候により起こる大移動だというふうにおっしゃっております。聖書とかで書いてますよね。なんか洪水が起こってわーっと移動するとか、何か信仰の理由があって他の地に移動するとか、そういうのあると思うんですけれども、ジョセフさん曰く、移民問題は悪化の一途をたどっておりますが、支配者らが警鐘を鳴らしている地球が熱いよっていう問題などによりさらに移動が激しくなるでしょうというふうに予言しております。これは予言じゃなくてもこれも、そうなんだろうなっていうふうに思っちゃうんですけれども、これも次の話題も結構数回言っていらっしゃる話題なんですけども、知られざる新しい技術があるよというふうにジョセフさんはおっしゃっております。ジョセフさん曰く、以前よりその技術が存在していることを私はお話ししています。しかしまだ世に出てきていない最新技術があるのだとしたらどうでしょうか。あと10年ぐらいの間にお米の国カナダ、日本から逃げる人が出てきます。それはエピのデミックのような事態になります。大勢の人がその国から脱出しなければならない何かがその最新技術に関わっているかもしれないという、その最新技術がそういうふうにさせているかもしれないよというようなほのめかしている予言でした。で、前回のホピーの予言でも言ってましたけども、ネイティブの民族が継承していることがあります。警告していることがあります。ネイティブの民族は丘高く登ることを呼びかけているそうです。ジョセフさん曰く、ネイティブの民族は丘高く登れと自らの孫たちに伝えています。人々は高台に登るようになります。そして都会よりも山などの方が涼しいという理由もありそうです。しかしその選択肢もないくらいに支配者らはいぶしてくる、ファイヤーしてくるかもしれませんよというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。いぶすのはちょっと分かんないですけども、これは架空の人かもしれませんですが、未来人2062年から来た未来人だったっけな、その人がなんか丘高く登れとかそういうメッセージ残している時ありましたよね。それがちょっと今ふわっと脳裏に浮かびました。で、ジョセフさんは、これは予言かわからないんですけれども、都会に誘う計画があるというふうにおっしゃっておりました。お米の国でも田舎や郊外への過疎化が進んでおります。これは自然に起こったことなのでしょうか。ジョセフさん的には違うというふうにおっしゃってます。支配者らが仕組んで社会にその流れを作ったんですよというふうに皆さんに配信でおっしゃっておりました。
ちなみにジョセフさんのスピリットはこのようにおっしゃっていたそうです。都会を作り、人を集中的に集めること、そして郊外や田舎を過疎化することは100年以上前から計画的に仕組まれていたことなのです。というふうにおっしゃっていたそうです。で、ちなみに F○MA 収容キャンプというのがあります。この丸の中にはアルファベットの E なんですけれども、このね、組織というのは大衆をコントロールする訓練を受けている大衆コントロール、大衆を収容できるキャンプを作って人々をコントロールする、収容してどうするか分かんないですけども、大衆をコントロールする人たちがいるよっていうことを言ってました。その F○MA 収容キャンプっていうのは無実の人々を収容するというふうにスピリットはおっしゃっていたそうです。で、ちなみにこの新しい技術関係の予言というのも今画面に出ているこの回で、この2話で紹介しておりますので、気になる方はチェックしてみてください。で、ジョセフさんがおっしゃっている、闇の勢力ですとか闇の支配者ら、闇の組織についてなんですけれども、ジョセフさんおっしゃるにはこの組織というのは一つではないらしいです。例えばDS とか言うじゃないですか。この DS っていうのも一つの組織ではないらしいんですよね。ジョセフさんのスピリットがおっしゃるには、悪者組織はいくつもあります。それはいいもの組織も同じです。だから一つ DS が一つで悪いっていうわけじゃなくて、何個もそういった組織があるというふうに言ってるんですよね。で、ちなみにいい人たちの組織もたくさんあるというふうにおっしゃってました。ジョセフさん曰く、悪い組織がさらに上の悪い組織がいることを知らなかったりするぐらいですよというふうにおっしゃっておりました。悪い組織、例えばその悪い組織の一人が上の悪い組織がいるということを知らない場合もあるらしいんですよね。で、ちなみにさっきの F○MA の収容キャンプなんですけども、ホームレスの人たちから収容するらしいんですよね。住むところがない人々を助けるという形で収容するっていうふうにジョセフさんはおっしゃってます。その F○MA が取り締まる居住地域、居住敷地でホームレスを住まわせて働き口を探してあげて、何か物を与えたりとかして支援という形で収容します。しかし一旦収容したら外に出られないようなシステムでしょうというふうにおっしゃってました。それが洗脳的なものなのか、物理的に出れないのかっていうのはわからないです。例えばね、なんかタグがついていたりとか QR が埋め込まれてたりとか、そういうことがあって自由が利かない、一回ジョインしたらもう抜けることできないよみたいなことなのかもしれないですよね。ちょっと私はいろいろ想像してるんですけれども、もし現実に送るのだとしたらどうなのかっていうところをちょっと想像してみていただければなというふうに思います。とりあえず今 F○MA ってお米の国の話じゃ私たちには関係ないよっていうふうに日本にいる方は思うかもしれません。ですがジョセフさんがおっしゃっているのが、とりあえずお米の国の話が良かったっていうふうにぬか喜びしている場合ではありませんというふうにおっしゃっておりました。ジョセフさん曰く、最近イタリアでは不法移民者に対してイタリア政府の判断で EU で許される最高18ヶ月の留置を執行することができるというニュースがありました。留置センターを拡張するというニュースもあります。私の感覚としてはこれはもう F○MA と呼んでもいいんじゃないかというふうにおっしゃっておりました。なので各国でそういったような動きが出てくるんじゃないかというふうに予測していらっしゃいました。この移民問題なんですけれども、各地で移民反対関係のデモが行われるよというふうにジョセフさんのスピリットは言っていたそうです。抗議活動の支援を誰がしているのかを見極める必要がありますよというふうに、ちょっと誰がねそれを仕掛けているのかを考えようというふうにジョセフさんのスピリットは言っています。で、リビア、そしてお天気についてなんですけども、10月10日からの豪雨で大洪水の被害に遭ってしまったリビア。しかしこれもまたグローバリストが関係してくるというふうにジョセフさんはおっしゃっております。ジョセフさん曰く、地球のどこにいても起こり得るということです。支配者のアジェンダがあることを忘れてはいけません。だから人の手でこういった気候を作り上げることができるので、どこでも起こり得るよということをジョセフさんはおっしゃっています。スピリットが言うには、リビアのような災害によく注意を払ってください。彼らがダムを決壊させることはとても簡単なことです。
あの嵐は自然に起きたことではありません。嵐の種は注入されたものです。というふうにジョセフさんのスピリットは言っていらっしゃいます。で、ジョセフさんは過去の予言でフーバーダムが決壊されることをお話ししています。彼らには簡単にできてしまうのですよというふうにおっしゃっておりました。で、フーバーダムに関しての予言というのは今画面に載っているこちらの3個のブログでそうですね、ブログと動画でお伝えしてますので見てみてください。そして、このお天気なんですけども、聖書からヒントを得ることができるというふうにおっしゃってます。ジョセフさんは聖書で教えてくれていることを引用していらっしゃいました。ジョセフさん曰く、キリストは砂漠を川に変えることができると言いました。そしてそれが現実に起こったのです。現在巻き起こるさまざまな現象が黙示録や聖書の予言通りになっていますというふうにおっしゃってます。これはやはり聖書の内容を分かっていないと、なんていうのかな、注意を払っていないと分からないですよね。普通に気候変動かって思っちゃいますよね。もしかしたら普通に気候変動かもしれないです。宇宙的なそういったね、惑星の兼ね合いといいますか、周期でそういった気候変動が起きているのか、もしくは闇の支配者が言うように人間が温暖化を招いているのか、それはね、考えるあなた次第ですみたいな形なんですけども、サウジアラビアに関しての予言が出てます。スピリットが言うには3つの稲妻が起こるというふうにおっしゃってます。サウジは近い将来洪水に遭います。大自然、神様から課題を与えられるでしょう。地球は起こっています。彼らが変化している方向性は強欲に埋もれている。他国の水を奪い、砂漠を欲のために変化させようとしています。だから砂漠を砂漠じゃないものにしようとしている。神様は3つの稲妻を打つでしょう。というふうにジョセフさんのスピリットは3つの稲妻という表現で予言をしていらっしゃるそうです。形成されていく軍隊。とても活動的なサウジなんですけども、軍隊を形成中だというふうにジョセフさんはおっしゃってます。ジョセフさん曰く、この軍の形成ですけれども、スピリットが言うには原油の生成や掘削に関して武力で周辺の国にプレッシャーを与えるため、過去にも言いましたけれども、この国がきっかけで大きな戦に発展する可能性があります。第3回目の世界の大きな戦いのことです。この国をきっかけにそういったことが起こっちゃうかもしれないっていうふうにジョセフさんは比較的大きな予言をここでしていらっしゃいます。これがいつかはわからないですけれども、ジョセフさんがおっしゃるには、中の国、これも隠語の真っ赤の国なんですけども、中の国が火付け役になる可能性もありますが、この国もその可能性があるというふうにお話ししていました。ジョセフさん曰く、なぜなら可能性としては中の国とサウジが協力している可能性もあるからでしょう。ジョセフさんのスピリットはこう言ってます。サウジに注意を払っておいてください。そして熱心なサウジが見えるというふうにも言っていらっしゃいます。ジョセフさん曰く、具体的に何とはまだ分かりませんけれども、サウジは熱心に何かに勤しんでいます。しかし、しっぺ返しをされるでしょう。世界中がそのしっぺ返しを受ける彼らを目撃することになるでしょう。何か失敗しちゃうんですかね。で、このサウジの王子に忍び寄る影があるということなんですけども、ジョセフさん曰く、その人物は王子と同じガウンを着ていて、アラビアンダガーのようなソードですよね、剣、剣、アラビアンダガーのようなものを持っていた。そして突き刺しました。これが抽象的な意味を持つものなのか、実際にやられるのかは分かりません。身内にやられるということなのかもしれませんというふうにジョセフさんはおっしゃってました。これはビジョンが見えたみたいなんですね。お米の国のリーダーについての予言。この弾劾されるんじゃないかとかありましたよね。公聴会とか開かれたんですけれども、とんでもない事実が明らかになるよというふうに予言はしていらっしゃいました。今まだね、大丈夫そうなんですけども、いろいろバレて大変そうですけども大丈夫そうなんですけども、スピリットは大きな真実への金庫が開かれる時が来ましたというふうにおっしゃっていたそうです。で、これは今の現お米の国 B リーダーに限らないというふうにおっしゃってまして、芋づる式に
関係してた人たちというのも真実がばらされるでしょうというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。でこれにより逮捕者が続々と出てくるんじゃないかというふうにこの9月21日の段階では予言していらっしゃいました。ただこのグローバリストの計画というのがありまして、誰をその国のリーダーにしていつ辞めさせるのかというのはグローバリストが決めているというふうにジョセフさんはおっしゃってます。ジョセフさん曰くグローバリストが駒を動かしているようです。スピリットが言うには弾劾のホールドバックが起こるとしたら、それは副リーダー、今の副リーダーがそうさせるらしいです。なぜなら彼女の政権であろう身内ですら彼女にホワイトなハウスへの鍵を渡したくないというふうに考えている。これハリスさんのことですよね。でジョセフさんのスピリットは、お米の国のこの動きは2023年から2024年にかけて世界に巻き起こる芋づる式真実が出てくる事象、現象の発端になります。特に政治リーダー、政党、お米の国以外でもそうだと思うんですけども、他の国に起きます。真実暴露を必要としている国もあります。前リーダーの正義のためや現在のリーダーに対して立ち上がる民衆も出てきます。今ちょうどね、12月15日ですけども、日本はね岸田政権結構汚職がバンバン出てきて、献金問題とかいろいろあってこっちゃこっちゃ大変な、まさに芋づる式になるんじゃないか、なりつつありますよね。そういうことになっているので、この予言っていうのはお米の国だけじゃないんだなって思いました。で他にもグローバリストの計画があるということで、宇宙に存在する生命の問題なんですけども、ジョセフさん曰く宇宙人の存在が明らかになったことに続いて、グローバリストたちは人類の健康への被害についてお話しし始めるんじゃないかなというふうにおっしゃってます。宇宙からの物質が来る、それにより新しいウイルスや疫病の脅威について話し始めるんじゃないか、ストーリーを作り上げ始めるんじゃないかというふうにおっしゃってました。9月21日のこの配信の時におっしゃっていた時に、その日にスピリットに見せてもらったビジョンらしいです。スピリット曰くグローバリストたちというのは、そういった宇宙のものが地球に降り注いでっていうか入ってきたことによって新しい未知のウイルスが出てきたよっていうことを広め始めるんですけども、宇宙人の脅威に立ち向かわなければならないよというふうに仕向け始めるよっていうふうにジョセフさんのスピリットはおっしゃっていたそうです。で実は、UFO の墜落の予言というのもありまして、ジョセフさん曰く来年2024年その未確認飛行物体が墜落するかもしれません。そして大きなニュースになるでしょう。しかしこれは仕組まれた茶番です。誤情報の旗が大々的に振られるというふうに言っていた予言とつながります。おそらく選挙の前でしょうというふうに、その時期も予言はしていらっしゃいます。スピリットが言っているのはすでに計画されていることですというふうに言ってました。その飛行物体は政府が作ったもので、わざと落とすというふうにジョセフさんは見ています。でその時に何かをばらまくらしいです。でわざと健康被害を出す可能性があるという予言です。これが本当に起こったらマジで最悪ですけれどもね、起こらないことを祈ります。さっき出てきた、誤情報の旗が大々的に振られるという予言は今画面に出ているこの回でご紹介しておりましたので、動画ブログのリンクは概要欄に貼ってあります。ブログのリンクだけ貼ってます。でブログの中に動画リンクありますので、そこから見てみてください。で、そういった情報がね出てくるので、刷り込みに注意してくださいっていうふうにおっしゃってました。昔でいうビラまきですよね。空からもビラをわーって巻いて大変だっていうのを人々の心に埋め込むっていうね、常套作戦あったじゃないですか。それを今ネットとかそういうところでやってくるので気をつけてくださいっていうふうにおっしゃってます。ジョセフさん曰く、ちなみに内部告発などは C○A の計画です。丸の中には愛。前々から警告していましたよね。大衆にその存在や情報をすり込み、宇宙人が襲ってくると仕掛けることで
大衆が一つになって世界共通〇〇という理想郷を作り上げるのが目的というふうにジョセフさんはおっしゃってました。新たなアタックの予言。太平洋の真ん中にあるお米の国の島の州で起きたファイヤーは記憶に新しいですけれども、こうしたアタックがもう一度起こるというふうにジョセフさんは予言をしておりました。ジョセフさん曰く、ファイヤーはカリフォルニア、カナダの一部でも起きてます。しかしもう少し大きなことが起こりそうです。というのも、それを行っている犯人が捕まるかもしれない気がするのですというふうにおっしゃってました。犯人はまだね、今現段階でも捕まってないと思うんですけども、その9月21日当時に言っていたのは、ものすごい方法がバレるというふうにジョセフさんおっしゃってまして、場所はお米の国、彼らはもう逃げることはできない、逃れることはできないというふうにおっしゃっていたんですよね。彼らというのでなんかグループだと思うんですけどもね、ハッカーなのか闇の支配者のなんかね、南極の施設の人たちなのか分かんないですけども、犯人は誰なのかって考えますよね。ジョセフさん曰く、お米の国で起こるので彼らはもう逃れることはできない、中の国と思うかもしれませんけれども、国というよりは支配者組織です。わかりますよね。国ではないんですよっていうふうにジョセフさんおっしゃっておりました。だから支配者層、ピラミッドの上の方の人たちというのはもう国境とかで動いてるんじゃない、国をこう、ね、介して動いてるんじゃなくて、国境がない一つのグループとして動いているらしいんですね。スピリットが言ってたのが、中の国だけではありません。世界の上層階のエリートたちと中の国です。衛星にアクセスできる人たちです。ピラミッドの上の人たちが、人工衛星とかそういう衛星にアクセスが自由にできる、国を介さずなので自由にできる人たちですよっていうふうにおっしゃってました。その人たちがファイヤーを起こしているっていうのがバレるというふうに言ってるんですよね。でちなみにこの太平洋の真ん中にあるお米の国の州の島の州なんですけども、ワイハの電力会社が証言していることがあります。このファイヤーについてですね。ジョゼフさん曰く、電力会社が言うにはファイヤーが起きた時に停電で送電はされていなかったというふうに言ってます。しかも6、7箇所一斉にファイヤーし始めたんですよね、あの時。それは衛星で確認できましたよねというふうにおっしゃっておりました。ちなみに今は衛星の画像は削除されているそうなんですよね。ちなみに私個人的にこのハワイアンエレクトリックスの情報の更新見てみました。これが2023年8月27日に更新された内容です。私が訳した内容を読み上げます。8月8日の出来事についていくつかの重要な事実が明らかになっています。まず、箇条書き4点あります。1点目、午前6時30分の火災。朝の火災は強風で倒れた電線が原因とみられました。2、マウイ郡消防署はこの火災に対応し 100% 鎮火したと報告をして現場を立ち去っております。その後鎮火したというふうに公式に発表しました。3、西マウイ島のハワイアンエレクトリックのすべての送電線が6時間以上停電していた午後3時ごろ、同じ地域で2回目の火災、午後の火災が発生しました。4点目、壊滅的な午後の火災の原因はまだ判明していません。ファイヤーは午後のファイヤーでしたので、その午後のファイヤーは実は送電線が原因ではない。なぜなら停電をしていたので、それはありえないことだということが分かったよっていうのが8月27日の報告で上がってきてました。この時点ではもう日本とか他の国では報道はあまりされていないので、その当時8月8日とか9日とかまだフレッシュな時は、あれは送電線が原因の可能性があるよっていう報道だけをわーっとしてましたよね。ですが人々がその報道を聞いて記憶に留めて、その後報道されなくなったら、あれって送電線が原因なんでしょうっていうところで終わっちゃってますよね。だからほとんどの人は送電が原因だっていうふうに今思ってると思うんですけども、実際違ったよ、今でも原因はわからないよっていうふうに言っていたそうです。
ジョゼフさん実はあのファイヤーが起こされる24時間前に、ビジョンを見たそうなんですよね。衛星やドローンか何かからレーザーのようなものが発生してファイヤーする光景だったらしいんですよね。ジョセフさん曰くこのレーザー光線みたいなのはよくフェイク動画でこう出てきたりするんですけども、ああいう感じじゃなくて、虫眼鏡で太陽光を集めてこう髪を燃やすみたいなレーザー光線が見えないような技術でファイヤーを起こしてたんじゃないかっていうふうにおっしゃっておりました。それが本当にどうなのかっていうのはちょっとわからないです。でジョセフさんのスピリットがおっしゃっていたのが、その行方不明者がやはり出てるんですけども、ボートで連れ去られたというふうにジョセフさんのスピリットは言ってます。一時期ね、千何人とか何千人かの子供たちが行方不明になったよみたいな報道がありましたけれども、本当に行方不明にはなってないですよ、行方不明になったのは一人だけですよっていう報道もあります。なのでちょっとわからないですけれども、スピリットが言うにはボートで連れ去られた人たちはいるよ、子供たちはいるよっていうふうに言っているそうです。ただ一番やるせないのが、自然や動物が犠牲になるっていうことも考えないといけないですよね。ジョセフさん曰く、我々が愛の力を向けて良い波動を起こることで長い目で見たら正義になるでしょう。しかし支配者らが行うアタックは動物や自然を傷つける、それがとても悲しいんですっていうふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。そうですよね。やっぱり小さい、ね、動物とか虫とか鳥とかペットとかね、いろんな犠牲があります。そういうこともあるので、本当にこういうことは起こらないでほしいっていう気持ちですよね。はい、今回は以上になります。ちなみに、アルゼンチンがファイヤーしたですけれども、これはね、今この画面に出ているこの回で実際ね、言ってたんですよ。サイキック投資予言で、とにかく、アルゼンチンのファイヤーは投資で見ていて実際に起こってしまいましたよね。でその予言をしてたのが今画面に載っているこの回になります。皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと今回ね長くなってしまったんですけれども、いろいろね現実になってしまった、現実に起こってしまった予言、そして予言でなくてもこれは世界の動きをねこう読み取る力があれば予測できたんじゃないかっていうこともありましたし、後出しじゃんけんって言ったら後出しじゃんけんになってしまうかもしれませんが、その点ジョセフさんの予言というのは当たっているものに関しては本当にね、特に中の東の今起こっている戦に関しては本当にズバリ当ててたので、やっぱスピリチュアル的な感覚っていうのは大事にするべき時代に私たちは生きてるんじゃないかなって私は感じます。はい、ジョセフさん曰くなんか誰でもね予言とかサイキック能力っていうのは本当は備わっているらしいですよね。でしかも科学者が言うには、私たちは脳みその 5% から 10% ぐらいしか使えてないよっていうふうに言うじゃないですか。じゃああとのね 95%、90% っていうのはどうしちゃってるのって話ですよね。で最近私聞くのは、縄文時代とか古代の人たちっていうのはテレパシーが使えたとか、あとねアボリジニとかもテレパシーでこうねやり取りしてるよっていうのも聞いたことがあるので、やっぱりね自分の何かしら能力っていうのを見出すというか、可能性を上げるっていうのは、与えてあげるっていうのは大事なんじゃないかなって思います。はい、いかがだったでしょうか。いいなって思っていただけましたらグッドボタンでサポートの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、でティンカースチャンネル、先ほどからお伝えしているティンカースチャンネル .com というブログやってます。そしてハテナブログもやってます。今のところ同じ内容をねアップしてるんですけども、これじゃあねなんかサブチャンの意味ないなと思ったので、どっちかをねなんかこう安全な話題に絞ってお届けする側にしようかなって思ってるんですよね。アクセス解析とか見てると、アメリカ、オーストラリア、カナダとかイギリスとかそっちからアクセス、特にアメリカなんですけども、アメリカからね集中的にアクセスがある次の日っていうのはアクセスがね本当に減るんですよ。日本からのアクセスもなんかね、いつもアクセスしてもらってる人は
出てくるんですけども、多分表示されなくなるのかな。全然ねアクセスされなくなるんですよ。だから検閲隊みたいな検閲グループっていうのがこうフィルターかけて私を見つけてなんかしてんじゃないかって思っちゃうぐらいなので、やっぱりサブチャンとメインチャンネルの内容を分けた方がいいかな、安全な方とねこう踏み込む方をちょっとね分けた方がいいんじゃないかなっていうふうに今ちょっと考えてます。はい、ということで、SNS もやってますので、はい、こちらになります。フォローの方よろしくお願いします。それでは長くなってしまったので、この辺で失礼させていただきたく思います。Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Thinkers Channel でした。それでは次回の配信お待ちください。See you next time. Bye bye. Much love.